皆さんこんばんは、さちです。今回はセリアのオーロラパウダーを使ってビツメメなうるうるグラデーションをやっていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。ベースコートはジンニッシュのネイルプロテクター03番を使います。前回も使用した色付きのハートナーです。こちらをベースに仕込んでおくと透け感の強いカラーを使っても実目が透けるのを防止できます。ベースコートが濡れたら3分くらい乾かします。キャンメイクファンデーションカラーズの09番を使います。09番をすべての指に塗っていきます。サイド低めの肌なじみ抜群のピンクベージュ。今回は綺麗めで上品な雰囲気にしたかったので、落ち着いたこちらのカラーをベースカラーとして使います。薄付きのファンデーションカラーなので、実目にそのまま塗るともっと発色がほんのりですが、色付きのベースコートを仕込んでいるので、一度塗りしただけでもしっかり発色してくれます。ムラになりにくくて初心者さんでも綺麗に塗れるカラーです。ファンデーションカラーズの中でこちらの09番が一番好きです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。一度塗り目が乾いたらすべて2度塗りしていきます。今回のデザインでは塗る作業はこちらの2度塗りとラメをちょっと塗るくらいでほとんどありません。水性トップコートを買ってからミラーパウダーやオーロラパウダーが使えるようになったので、アレンジの幅が広がって本当に楽しいです。まだ使いこなせてないのでいろいろな動画を見て勉強中です。慣れてないから最近は失敗もたくさん。ネイルチップで試し塗りしてるから実目のダメージはないけど、最近ネイルチップが欠品してることが多いので節約しないとです。ここまで塗れたら4分くらい乾かします。2度塗りするだけでもすごく綺麗ですよね。自然な仕上がりなので普段使いしやすくておすすめですよ。セリアのオーロラパウダーを使います。色はホワイトを使います。ジャンコードはこちらです。内蓋もついているのでピンセットで慎重に取ります。少しペタッとするくらいまで乾いたらアイシャドウチップにパウダーを取って親指の爪先にポンポンと優しくつけていきます。まずは爪先1/3分の1くらいにたっぷりめにつけてください。1/3分の1くらいまでパウダーをつけたらチップの粉を少し落として中間あたりは少し薄めにパウダーをのせます。先端はたっぷり、中間あたりは少しだけのせることで自然なグラデーションになります。根元側にはつかないように注意してくださいね。ある程度パウダーをつけたらこすっていきます。こする時も圧をかけてしまうとカラーがよれてしまうことがあるので、表面を撫でる感じで優しくこするようにしてください。往復ではなく一方向に動かすようにしてくださいね。ツヤが出たらメラミンスポンジを使って余分な粉を払います。根元側に粉がつかないように注意しながら払います。こんな感じ。他の指も同じようにパウダーをこすっていきます。カラーが乾いてしまうとパウダーがつかないので、とりあえず全ての指にパウダーをつけてからこすっていきます。逆にカラーの乾燥が足りないとパウダーはついてもこすった時によれるので、ほぼ乾いているけどほんの少しペタッと残るくらいでパウダーをつけるようにしてくださいね。私はだいたい4分くらい置いてからパウダーをのせてますが、爪の大きさや塗っている環境によって乾燥時間が変わるので、指先で軽く触って確認してからつけるようにしてください。触った時に指紋がちょっとつく感じならあと1分くらい乾かした方がいいです。親指をやった時は中間あたりに少なめにパウダーをつけましたが、先端1/3分の1だけにパウダーをつけてこすりながら濃さを調整する感じでも良さそうです。爪先1/3分の1にこすったらチップに残ったパウダーで中間あたりも軽くこするやり方でもグラデーションに仕上がりました。アイシャドウチップでこするのがやりにくいなぁと感じる方は指の腹を使って磨いても OK ですよ。
指を使った方が擦る圧の調整がしやすいので、利き手にやるときは指の腹を使ってます。根元にパウダーがついてしまった場合は、エタノール消毒液を綿棒につけて拭き取ればある程度取れます。ウェーバエソのスーパーコートを使います。スーパーコートをパウダーをこすったところに重ねます。こちらは水性のトップコートで、普通のトップコートを塗る前にこちらを挟んでおくことでパウダーがザラザラになるのを防止します。履き圧をかけずにふわっと重ねるようにしてください。こちらは乾くと透明になります。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。チフレの000番を使います。000番を親指の根元に重ねていきます。根元の角の部分を三角に塗りつぶすイメージです。はけ先にたっぷりめに液をつけた方が塗りやすいです。中指と薬指も同じように根元に重ねていきます。この部分にストーンをつけるので、ストーンが入るくらいのスペースを塗りつぶしてください。大人っぽい上品なブロンズラメで、今回使ったピンクベージュと相性抜群です。そういえば私もすっかり忘れてしまっていたのですが、チフレのポリッシュが値上がりしてしまいましたよね。値上げ前にストックを買っておこうと思ってたのに買うのを忘れてしまいました。仕方ないことだけど、いろいろ値上がりしてしまって悲しいですよね。ラメを重ねたら2分くらい乾かします。ネイルタウンで購入したストーンを使います。ラメを塗った部分にトップコートを塗ってストーンをつけていきます。ストーンは100均でも購入できるので、お手持ちのものを使ってください。乾燥時間は不要です。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってからネイリストを重ねて仕上げます。今回はキャンメイクを使いましたが、パウダーを使った時は DIA の方がいいかもしれません。はけ質だと思いますが、キャンメイクだとはけ圧にかなり気をつけないとパウダー部分にはけ筋が残りやすいかもです。パウダーを使った時は DIA かノイロを使った方がいいと思います。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。ウルツヤオーロラグラデの完成です。ラメとはまた違う光り方で、プルンとした水光感がすごく可愛いです。今までやってきたグラデーションネイルの中で一番好きかも。使用したものをまとめます。右手も全部グラデーションで、ストーンをつける指だけ左と少し変えました。ポリッシュだけでは出せないウルツヤ感で綺麗すぎて何度も手元を見てしまいます。お好きなカラーと100円のパウダーでできちゃうので、ぜひ真似っこしてみてくださいね。次回は朝焼けをイメージしたニュアンスネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。